皆さんこんにちは、しおんです。朝起きて外を見てみると雨が降っていました。なんだか最近私の心も雨模様です。というのも最近就活やら将来のことやら人間関係やらなんだかいろいろ悩むことがあって、暇さえあればいろんなことをいろいろ考えすぎてなんか頭が疲れてきてしまったんですよね。というわけで、普段は週末は家に引きこもってる私なんですが、今日は気分転換に外に出てみることにしました。悩みの一つが人間関係で、私だいぶ前の YouTube でちらっと話してるんですけど、海外で留学してた時に現地で出会った外国人の方とお付き合いをしていたんですね。最初は私がもうすぐに帰国しちゃうし、そしたら遠距離になってしまうしっていうことで、そんなに真剣なお付き合いではなかったというか、今は好きだから一緒にいるけどテンポラリーな一時的な関係だろうなっていう感じでお互い一緒にいたんですけど、結局私がその国を離れてしまうっていうことになって、一旦日本に帰ったりまた別の国に行ったりとかいろいろしてたんですけど、その間もずっと関係が続くことになったんですね。そんな感じで意外とちゃんとお付き合いをして、なんだかんだ2年間関係が続いてたんですけど、結局価値観のギャップを埋められなかった部分があって、でお別れすることにしました。言うてもう1年経ったぐらいの時に一旦別れたんですけど、なんで正式には恋人同士ではなかったんですけど、でも結局お互いが心の支えみたいになってたので、ずっと連絡を取り続けてて、遠距離だけど事実上ずっと関係が続いてるみたいな感じだったんですね。すでに正式に付き合ってたわけじゃないから、いきなり別れた時に比べたら心のダメージは少ないんですけど、でもやっぱり異国の地で出会っていろんな世界を見せてもらって、遠距離になってお互い離れ離れになっても時差がものすごいあってもずっと関係を続けてきて、私が他の国に行っていろいろ新しいことに挑戦する時もいつも応援してくれて、で私がそこで困難にぶち当たってちょっと病んでるみたいになった時もいつも支えてくれて、そういう風にしてずっと関係が続いてきてた人と、いざもう完全に連絡を取らないってなるとやっぱり結構思うところはあって、人と人が出会ってもっと知りたいと思って関係を深めていくのに、知りたくなかった一面を知って相性がいいと思って付き合い始めるのに埋められない溝に気づいていって、一番大事で常に気にかけてる存在だったはずなのに、だんだんと頭の中から消えていって、好きだと思ってたはずなのにもうそこに感情があるのかさえわからなくなっていく。そして誰よりも近い存在だったはずなのにもう今後一生関わらない遠い存在になっていく。うまく言葉にできないけど、それってすごい悲しくて虚しいことだなって。何とも思ってない、そこまで興味のない人だったら、付き合ってなかったら、その関係は始まりもなければ終わりもない。友達として人として好きでも、そこに恋愛感情がなければその関係は半永久的に続くことができる。でも他の人よりも深い意味で好きになってしまって特別な関係に発展したら、その瞬間にそこには永遠の別れっていう可能性が存在しだす。結婚できて、今の時代結婚は必ずするべきものでもないのかもしれないけど、とにかくおじいちゃんおばあちゃんになってこの世から離れる時までずっと一緒にいられる関係になれば、それはずっと続くものになるけど、そうじゃなかった場合はそこには必ず別れが来る。そういう関係性になってしまう。
どうでもいい人とは終わらないのに、大切な人ほどそこには終わりが来てしまう。それってなんかすごい矛盾してるっていうか、この世の不条理のうちの一つだなって思うんですよね。こういう付き合ったり別れたりっていうのは他の動物もするものなのかな。なんか人間だけがするんだとしたら、そうじゃない生き方がもしかしたらあるのかもしれないけど、でも今の人間界ではこういう人間関係のあり方が普通なものとして浸透していて、私たちも大概はそれに従って生きてる。どうせ別れるんだったらこの関係って何だったんだろうって、そうも思えるけど、視点を変えてみれば、そうして深い関係になったからこそ得られたものだったり学べたもの、あとは見えた世界っていうのもあって、そう考えるとそういう人は私の人生にとって必要な人だったんだなって思える。なんかちょっとスピっぽい話になっちゃうかもしれないけど、なんか何のために生きるのかって言われたら明確な答えは私はわからないけど、でもみんな生きながらいろんな経験をして、いろいろ吸収して、いろいろ学んで成長して、それがそういうことを繰り返していくのが人生なのかなって思うんですよ。そうなった時にやっぱりそういう人との出会いっていうのも自分を成長させてくれるものの一部で、私はその人と出会っていろいろ学んで成長したし、向こうもそうであったと思う。それまで違う人生を歩んできた者同士が一緒になるって当然のことながら価値観の違いだったり常識の違いっていうのが存在して、特にそれが違う国で生まれ育ってきた人とってなると、おそらく日本人同士よりもその違いっていうのは大きくて、その分ぶつかることもあるけど学びもあって、そう考えるとその人っていうのはやっぱり私の人生において必要な人で、私はきっと彼の人生においても必要な存在だったんだと思う。で、最終的には別れるっていう選択肢を取って、それはこれ以上歩み寄って学び続けることを放棄するっていう風にも捉えられるけど、でもきっとお互いがお互いの人生にとっての役目をもう終えたから離れ離れになるんだなって、なんかそんな気がするんですよね。本当はもっと頑張れば、もっとお互いに歩み寄れば関係を長く続けることができたのかもしれないけど、でもそれよりもきっともうこの関係はここでおしまいにして、お互いそれぞれの道を進んでいって、またそこで出会う別の人たちとの関係性の中で学ぶっていうことがきっと大きいから、きっとこのタイミングで別れるっていうことになったのかなって、そういうふうに思うんですよね。きっと私たちって主観的に見れば自分の人生を生きてるんだけど、他人から見れば私たちみんなその人の人生の登場人物で、恋人とか友達とか家族とかそういう深い関わりの人にとってっていうのはもちろんなんだけど、そうじゃなくても、例えば道端でばったり会ってちょっと道を聞かれて道を教えてあげた人とか、いつも通ってるコンビニの店員さんとか、今日こうやってたまたま私がふらっと立ち寄ったお店の店員さん、私の隣に座っててちょっとだけコミュニケーションを取ったお客さん、そういう人たちも私の人生にとっての登場人物でもあるし、彼らの人生にとっては私が本当にただのエキストラ J とかだとしても存在してるっていうことになると思うんです。そしてその存在一つ一つが良くも悪くもお互いに影響を与え合って、でその人のその後の人生の意思決定において本当に気づかないレベルの小ささかもしれないけど、ちょっとでも影響を与えていく。例えばさっき私がミスドで座ってた席ってちょっと奥まってるんですよ。で通路から入りづらい位置にあるんですけど、通路側に座ってる人が私が通ろうとしてる時にわざわざ椅子から立ち上がって通り道を作ってくれて、そういう心遣いってやっぱり嬉しいなって思ったんですよね。
そうすると私も他の人がそういう状況になった時にやっぱり席をどいてあげようって思うし、なんかそういう小さい親切なコミュニケーションだけでもその日一日ってちょっとだけ明るくなると思うんですよね。だから私もそういう親切心を忘れないようにいたいなっていうふうに思って、そういう本当にちっちゃいことだけどそういうものの一つ一つがやっぱり私の今後の人生の意思決定に影響してくると思うんです。その意識的にじゃなくても無意識的に脳がそういう出来事を覚えてて、でそれが意思決定に影響すると思うんです。私は友達も本当に少ない方だし、基本的に休日は家に引きこもってるぐらい本当に外にも出ないし、人ともコミュニケーション取らないし、私が人生において関わる人間って普通の大多数の人に比べたら少ないと思うんです。けどやっぱり私も誰かの人生の登場人物なんだって考えたら、本当に少ない影響かもしれないけど、やっぱりその人たちにはできるだけいい影響を与えられる、そういうエキストラでありたいなっていうふうに思うんですよね。なんか何の話してんのかよく分かんなくなってきたんですけど、大切な人を一人失ったというか、もう交わらないっていうことになって、多少なりともダメージは食らってるんですけど、でも私自身は周りの人にいい影響を与えられるように、誰かの人生において本当にミジンコみたいなちっちゃい影響かもしれないけど、ちょっとでもいい影響を与えたり役に立てたり、その人の人生において私が担える役割っていうのをしっかり果たせるように、今後の人生も生きていきたいなって、なんかすごい壮大な話になっちゃったんですけど、なんかそんなことを思う休日でした。